はい、こんにちは。皆さん元気ですか？今日はですね、この Multiverse Ruby という不思議なタイトルで、Ruby の新しいコードの共有の仕方について話したいと思います。このハンドルを見たことある人はいると思いますけど、これは実は私です。あまりシオマっぽくないんですけど、なんでこのシオマというハンドルかというと、簡単な話ですけど、シオというのが英語で、salt で、山は、mountain で、mountain のもう一つの言い方は berg なので、saltberg が、この salzburg で Salzburg、私の名字です。クリス・サルズバーグと申します。シオ・サルズバーグと覚えにくいと思うので、塩山でも、呼んでください。Shopify のこの、Ruby on Rails Infra というグループの、スタッフデベロッパーとして、3年半ぐらい前から、勤めています。このチームの中で、主に、Shopify の一番大きい Rails モノリスを、開発しています。で、ちなみにカナダ人ですけど、日本は20年ですけど、3年ぐらい前にこのスライドの背景にある、函館に引っ越しました。で、函館はすごい綺麗な街ですので、ぜひ機会あれば、行ってみてください。で、この函館というの箱を無理やりにつなげて、今日はですね、Ruby の箱について話したいと思います。箱ってどういうものかというと、物を入れたりして持ち運ぶというようなものですけど、同じ意味で、Ruby のコードを入れて、持ち運ぶような、ものを、作ってみるというような、話になります。で、具体的に、この3つあるんですけど、まずは、現状でどういうふうに、Ruby でコードを共有しているかというの話をまず、話します。で、次に、実は Ruby にあるんですけど、あんまり知られてないもう一つのやり方あるので、それを、紹介したいと思います。で、その最後に、ちょっとあまり知られてない仕組みを活かして、ジェムを作ったので、そのジェムを紹介します。じゃあ、まず現状はどうなっているかというと、このアルゴリズムは内容は何でもいいんですけど、これフィボナッチ数列のアルゴリズムですけど、これをじゃあ私が書いたとして、で誰か相手に共有しようとすると、このままだと、なかなかできないので、多分、まずはメソッドの中に入れるわけですね。で、このままですと、メインのオブジェクトになるので、あまり良くないので、99.9% の時は多分こういうふうにしますね。つまり、トップのコンスタントのついているそのモジュールを作って、でその中にメソッドを入れて、それをじゃあ相手に、これを使ってくださいというような話になりますけど、これよく考えると、インターネットのドメイン名と似ているようなパターンで、インターネットで何か共有しようとすると、ドメイン名を取って、そのコンテンツをそこにアップして、で相手にこれを使ってくださいというような話になります。で、ここで注目したいのが、共有したいのがこの内容ですね、このコード。でも実際に共有するのが、この私が今日アーキテクチャという表現を使いますけど、実際に共有するのがこのアーキテクチャ、このトップのコンスタントですね。つまり Ruby でコードを共有するためにはアーキテクチャを共有するということは言えると思います。で、Ruby のアーキテクチャってどういうものかというと、3つの特徴があると思います。まずはですね、当たり前ですけどグローバルじゃないとそもそもその仕組みが成り立たないので、全部グローバル、どこからでもそのフィボナッチのコンスタントは使うことができます。で、もう一つは数が限られています。町を例にすると、土地に建物を作ったら他の人が同じ土地に建物を作ろうとしてもできないわけですけど、Ruby と全く同じで、同じフィボナッチを相手が使おうとすると、良くないことになりますので、あんまりやらないです。で、最後はですね、パーマネントで一回作っちゃったら、どかしたり、削除したりすることは、できなくはないんですけど、もちろん remove cons とかありますけど、あまり良くないですね。つまり Ruby のアーキテクチャはポータブルではないと言えると思います。で、これ自体は問題ないと思います。アーキテクチャはそもそも、ポータブルの問題ではないんですけど、ただ Ruby のコードの共有の仕方が、アーキテクチャなので Ruby のコードの共有の仕方がポータブルではないと言えると思います。これは東京です。私16年東京に住んでましたけど、多分みんなご存知だと思いますけど、最近はゴールデンウィークだったんで、東京駅とかゴールデンウィーク中で見ると、とりあえず混んでるわけです。
で、東京はとりあえずどこにいても混んでるわけで、私今もしかしたら世界で一番大きいRails のプロダクションのアプリケーションを使ってますけど、ジェムがバーッといっぱいあって、で、Rails のエンジンもいっぱいあって、で、とりあえずみんなはトップを使おうとするわけですね。で、そうすると、いろいろよくわからないような問題が発生して、もちろんさっき見たような、コンスタントのネームスペースのコンフリクトも発生したりして、でまた漏れも結構問題で、とりあえずこの、共有の仕方は私はあまり良くないとも正直思います。ので、他に何があるかっていうと、実はですね、もう一つの、もうすでに Ruby にあるやり方はあるので、それを紹介したいと思います。まず、モジュールの話になりますけど、モジュールは、大きく分けると、この2つの種類はありますね。名前のついているモジュールと、名前のついてないモジュールという、2つあります。で、名前のついているモジュールって多分日常的には、使っているものだと思います。これは多分みんな慣れているので、説明しなくてもいいんですけど、こんなものですね。モジュール、foo、クラスバーみたいなものです。で、もう一つの種類は、多分、しばらく Ruby を使うと接する機会があると思いますけど、これはいわゆる匿名モジュール、Anonymous Modules というもので、この匿名モジュールを作るために、モジュールとかクラスのキーワードではなくて、モジュールのとかクラス自体に new を呼んで、そうしたら作ることができます。で、そうするとコンスタントはついてないわけですね。で、名前というメソッドを呼ぶと、nil を返すわけ。なので、ここで区別するための、2つの特徴があります。一つは、コンスタントがついてるかついてない。で、もう一つは名前が nil か nil じゃないっていうことですね。で、実はですね、3つ目の種類もありますので、それを紹介したいと思います。この3つ目のこのモジュールの種類を作るためには結構簡単ですけど、まず匿名モジュールを作る。で、次はですね、この匿名モジュールの下の名前にこのまたモジュールを作ってアサインする。で、すると、ここのfoo、foo というモジュールの名前を呼ぶとですね、これは nil ではないです。モジュールなんとかなんとかfoo になります。これはですね、temporary name というもので、多分 Ruby コミッターとかはよく知ってるけど、それ以外の普通の Rubyist は多分触ったことないと思います。私も最近までは触ったことなかったんですけど。で、これはtemporary name と私が考えた名前ではなくて、これはRuby の C コードの、variable.c という、ファイルに、make temporary path という C のファンクションがあって、そこで temporary という名前が、あるんですけど、なんで temporary かというと、分かりやすくて、この temporary なものを今度、コンスタントに与えて、ここ myfoo に与えると、今度同じものの名前を呼ぶと変わるわけですね。これで myfoo という名前になります。で、これが permanent name。で、文字通りで、temporary は一時的、permanent は変わらないというような、意味になります。で、さっき見せた図を一回戻ると、さっき名前のついてると名前ついてないっていうのはあったんですけど、実はもう一つありますね、この真ん中のところ。で、多分日常的にはほとんどは左側のものを触ると思うんですけど、で、たまに右側を触ったりすることもあると思いますけど、真ん中で触ることほぼないと思う、普通は。でも今日はですね、主にこの右側のサークル、これ全部を話しする。で、そうすると、じゃあ、普段は、多分ほとんどの人は普段触らないようなものの話が中心になりますので、ちょっといろいろ面白いと思います。で、ここテンポラリーっていうとあまりかっこよくないので、代わりにポータブルとして考えてください。で、なんでポータブルかというと、これさっき見せた名前のついてる、例だったんですけど、module foo class bar。で、これだと、もちろんコンスタントがついちゃうわけですね。ただ、これをポータブルにするためにはすごく簡単で、こういうふうにすればもうその時点でもうコンスタントはついてないです。これ全部はローカルになります。匿名モジュールを作って、で、そのトップの、さっきトップだったfooのところは、fooの代わりにこの風にすると、これが全部、あくまでもローカル変数な形で、で、ここでこのfooバーの名前を呼ぶと、さっき見たようなテンポラリーネームが出てくる。なんとなくこのfooバーみたいな形ですね。で、もう一つの見方は、これはRuby のネームスペースで、foo、バーズとかありますけど、これは普段は書かないんですけど、実はですね、トップにはオブジェクトがありますね。これはパーマネントルートというもので、普段はfooとかバーとか書くんですけど、実際はこれはオブジェクトフーという意味になります。
foo は楽に書けるから、そういう形でもインタープレーターはそれを解釈しますけど、本当はオブジェクトこのfooになります。で、全く同じ形で、匿名モジュールでも自分のネームスペースを持つことができます。これはテンポラリールートで、全く同じこのfooとか、これ全く同じようなもの。ただ、さっきのパーマネントルートと違って、パーマネントルートは一つしかない、オブジェクトは一つしかないんですけど、このテンポラリーのものは、無限に作ることができます。で、すごく柔軟性が高くて、その枝のどれでもやろうとすれば、コンスタントに与えることができます。そうすると、受ける方で、これをじゃあどこに、このコンスタントのところに置くことができます。で、トップも同じように、アサインすることができます。そうすると結構かなり柔軟性が高くて、いろんな形で使うことができます。で、つまり、ここで言いたいのは、どんな匿名モジュールでも自分の世界を持つことができます。で、私はこれ本当にすごいことで、あまり知られてないんですけど、すごく可能性を感じます。ただ、そのままで使おうとすると、結構限界があって、もう自分が作ったコード全部そういう形でコロンとかなんかやると結構大変なので、もっとできるかなと思って、それをできるために、ジェムを作りましたので、そのジェムを紹介したいと思います。まずそのジェムの紹介をする前に、まずは、ここで、1個のファイルではなくて、いろんなファイルを、ジェムみたいな形とか、アプリケーションで、ロードするみたいな話になりますけど、そうすると、じゃあどうするかというと、まず、require って、Ruby で一番一般的なので、require はどうしてるかというと、まずここで問題になるのが、require mygem とかすると、require は何も返さなくても、良いですね。返さなくても、mygem がトップになるので、グローバルなので、mygem をアクセスすれば、もうその時点でも使えるわけですね。ただ、ここで今回は、あくまでもローカル変数という形になるので、ここでそのメソッド名は気にしなくてもいいんですけど、何かの形でその、gem とかアプリケーションのコードをロードして何かを返さないと、そもそもこの話は成り立たないですね。で、これはですね、Ruby 3.2 まではやろうとしても多分かなり難しい話だったと思います。で、Ruby 3.2 はもちろん YJET もすごいですし、いろんなすごいもの入ってるんですけど、実は今日ですね、あんまり知られてない2つのフィーチャーを紹介したいと思います。これはもう多分ね、一番知られてない Ruby 3.2 のフィーチャーだと思います。どんなブログでもどこにも載ってないです、本当に。で、これはLoad should provide a way to specify the top level module という、もう10年以上前からリクエストされて、で、松さんが、1年ぐらい前に OK って言って、で、ジェレミー・エヴァンスさんが、実装しました。で、どういう話かというと、カーネルのロードの話。で、カーネルのロードは多分知ってる人多いと思いますけど、簡単に言うと、require と似てるような、メソッドです。ただ、require はイデンポテントで、ロードはイデンポテントじゃない。で、じゃあ、イデンポテントどういう意味かというと、イデンポテントというのは、何回も読んでも結果は同じ。やることが同じ。で、require は同じジェムとかを何回も require しても問題ないです。ただ、ロードは何回も読んだら、毎回読むと、実際のそのコードを読むわけ。なので、気をつけないと結構いろんな問題が発生するわけですけど、今日はですね、ロード2個目のパラメータの話です。で、そもそもロード2個目のパラメータあるっていうのは多分知ってる人あまりいないと思いますけど、私も最近まで知らなかったんですけど、これは結構前からあったわけですけど、この2個目のパラメータってどういうものかというと、デフォルトは false で、false になると普段使っているような形になりますけど、true になると、そのロードしたコードは匿名モジュールの下でロードする。で、そうすると、例えばスクリプトとかだったら、スクリプトの中にクラスとかモジュールとかいろいろ作っちゃうと、そのロードが終わったらそれが全部消える。あくまでもローカルの、匿名モジュールなので、そういう使い方はある。ただその匿名モジュールを返さないので、そこでできることは限られてるんですけど、今回のそのジェレミー・エヴァンスさんが実装したその変更で、モジュールでも渡すことができるようになりました。で、ここで MyWrapper というモジュールがあるんですけど、こういうふうにそのフィボナッチがファイルにあるとして、モジュールフィボナッチがあると、この2個目のパラメータとして MyWrapper を渡すと、全部その MyWrapper の下でロードするわけですね。
でそうすると、匿名モジュールもちろんどんなモジュールでもできるので、匿名モジュールでもこれはできます。でそうすると、さっき見せたようなそのインポートみたいな何かそれを実装すると、この2個目の新しいモジュールでもできるようなそのロードはかなり役に立つわけで、私最初見たときは、じゃあこれで何かできるかなと思って、いろいろ調べました。ただですね、リクワイアをいじってなんかそれをやろうとすると、結構限界が、あります。で、その限界というのはどういうものかというと、普段は多分リクワイアを使う人多いと思うんですけど、リクワイア一回ファイルをリクワイアするだけじゃなくて、そのファイルがまたリクワイアする。で、そのリクワイアしたファイルがまた今度リクワイアするみたいなチェーンになるわけですけど、これをじゃあ全部そこでなんか代わりにロードしようとすると、こういうことになりますね。でもう全部のリクワイアを変えてロードに変えないといけないんですが、これはちょっとややこしいんですけど、さらに難しいのがさっき言ったように、その2個目のパラメータはどこから引っ張るっていうようなちょっとややこしい話になります。でこれは私よりよくしてるコミッターとかいろんな人に話したら、やっぱりこれはちょっと限界があって、やっぱり Ruby 自体を変えないと多分これは難しいですし、で Ruby を変えるっていうのはあまり良くないので、これはですねちょっとやめました。ちょっとダメだったので、じゃあどうしようかなっていう話になったんですけど、これでこのオートロードにたどり着きました。でオートロードも別のコードのロードのやり方ですけど、なんでオートロードがいいかっていうと、さっきいろんなリクワイアがあったじゃないですか。でそのリクワイアは全部変えないとそもそもうまくいかないっていう問題あったんですけど、オートロードは一番大きい目的っていうのは、そのリクワイアをなくすっていうことですね。オートロードすればそもそもリクワイアはしなくてもいい。そこでじゃあ何かできるかなと思って。でつまりこういうことですね。これは普段のオートロードのやり方ですけど、ここでオブジェクトにオートロードでMyGemシンボルのMyGemを渡して、2個目のパラメータとしてファイル名を渡しますけど、そうするとオブジェクトMyGemというのを参照されるとファイルを読んでそのコンスタントを使うわけですけど、同じような全く同じことですけど、匿名モジュールに代わりに使うとどうなるかっていう危ないですけど、これはですね実はモジュールなのでオートロードというメソッドあるわけ。これできる、やろうと思えばできます。できますけど、実際に MyGem を参照するとファイルを読んで、ただそのファイルにもうこの MyGem と存在するわけじゃないから、ネームエラーになります。なのでこのままだと失敗します。でじゃあそれが成功できれば何ができるかと思って、でそれで GEM を作り始めました。で GEM はですね、この、IM という GEM で Isolated Module Autoloader という意味です。で日本人はよく IM と読むんです。IM ではなくて IM です。インポートの IM みたいな感じですね。でまずは IM って何だろうかというと、まずは IM は ZyTorque のフォークです。で ZyTorque 多分、知ってる人多いと思うんですけど、Ruby のその、一番というかそれしかないんですけど、オートロードを、使いやすくための、GEM です。で ZyTorque ってどういうことかというと、ここで一番大切なのはこの ZyTorque が、Rails から引き継いだものですけど、この ZyTorque のコンベンション、このコンベンションというのはその、ファイルパスからコンスタントのマッピングってことですね。だから MyGem の、アンダースコアの MyGem が、カムロケースの MyGem とか、これはこういう形にすれば、ZyTorque はそのオートロードわざわざ書かなくても全部自動で、やってくれるというようなことです。でここはもちろん書いてないんですけど、トップがオブジェクトなわけで、じゃあこれが特別モジュールになったらどうかなと思って、それでこの IM はこういうことができるようにするわけ。これがテンポラリールートですね。で具体的にはどういう感じかというと、こんな感じです。インポートというメソッドを読んで、MyGem また MyGem のコードで、モードを返すわけ。でそこでそのモードのというモジュール、という特命モジュールにはもうすでにオートロードは全部定義しているので、そこでも GEM 風とかすると、そのファイルで読んで、ZyTorque と同じ感じでもう、そこでコンスタントあるわけ。で、こんな感じです。これはZyTorque の README から取った例ですけど、で、IM は、ZyTorque とコンパティブルな、同じファイルパスじゃなければ一緒に使うことは問題ないです。じゃあ実装はどうなっているかというと、まずは、質問としては、なぜフォークしたっていうのは多分、考えている人もいると思いますけど、ZyTorque の中でやればいいっていう話はあると思うんですけど、実はですね、ZyTorque の中に見ると、もうこれはっきりしてます。Root namespaces cannot be anonymous。匿名モジュールを使おうとすると、これが出てくる。エラーとして出てきます。
なので、まずは、これを削除します。次はですね、サイトワークの一番中心のクラスというのは、このローダーというものですね。で、ローダーはサイトワークの中で一番重要なその、ファイルのディレクトリとかクロールして、でそれでオートロードを設定するみたいな役割ですけど、IM では同じローダーありますけど、IM の場合はそのローダーというのは、モジュールのサブクラス。で、なんでモジュールのサブクラスかというと、ここでモジュールの欲しい、機能としては、そのモジュール、どんなモジュールでも自分の、ネームスペースを持つことができます。で、さっきちょっと言ってたんですけど、これが欲しいですね。で、さっき、ネームスペースがあって、モードが上にトップにあったんですけど、この IM を使うと、そのモジュール自体がローダーになるわけ。で、そうするとすごく自然になります。具体的には、これがサイトワークのリードミーから取ったジェムの例ですけど、IM はほぼ同じで、変わるのが1箇所だけで、これは最初にリクワイアするファイルなので、もうこの時点ではトップでリクワイアしているので、そのままだと MyGem とかしちゃうともうトップになっちゃうので、そこだけはローダー、このMyGem すればトップにならないで、全部のコードがそのローダーの下にロードされるというわけです。で、どうやってやってるかというと、サイトワークはカーネルのリクワイアをマンキーパッチしてますけど、IM も同じようにリクワイアをマンキーパッチしますけど、で、ここはサイトワークとほぼ同じような感じで、レジストリがあって、そのレジストリからそのパスのキーとして使って、で、ローダーがフェッチするわけ。ただ、ここで違うのが、サイトワークだとリクワイアがリクワイアになるわけですけど、IM の場合ってこれがリクワイアからロードに変換するですね。で、2個目のパラメータはさっき言ったように、そのモジュールですけど、ここでローダー自体がモジュールなので、ローダーを渡すことができます。で、この辺はちょっと見ないでください。で、次にテストを、更新しました。で、書いたんです。で、ここは実はですね、面白い話で、サイトワークの場合って結構 remove constant よくあるんですね。そのテストの中で、テストのために、コンスタントをなんかクラスとか作っちゃって、で、最後に、削除しないといけないんですけど、IM の場合ってあくまでもローカル変数なので、削除しなくても良いということになります。だからこういう変更でもう結構、簡単にテストがパスしました。で、これびっくりしました。こんな簡単にできると思ったら、やっぱりそんな簡単ではなかったですね。結構厄介な問題がちょっと残っているので、最後にちょっとこれを、紹介したいと思います。問題はですね、この、なんか問題なさそうなようなメソッドです。これはローダーのメソッドですけど、で、サイトワークの話では、これはすごく簡単な話です。ここでパラメータが2つあるんですけど、1個目はパラントといってモジュールです。で、2個目はCNAMEといってシンボルで、これを合わせるともうフーバーがフーバーになるみたいな、もう本当に簡単な話ですね。これが CPath というものですけど、ここで厄介なのが、この CPath というのは、サイトワークの中の重要なハッシュのキーとして使われるわけですけど、で、IM も同じように、この CPath はキーとして使います。で、ここで匿名モジュールなので、名前がちょっと変わるんですけど、ここまでは問題ないです。ただ問題あるのが、これはこのトークの最初に話した、この myFoo イコールモルコルフーというあったと思いますけど、これがすごく厄介な問題になります。なんでかというと、この時点でそのモジュールの名前が変わっちゃうわけですね。だから最初になんとかこの風がmyFooに変わっちゃうですね。このテンポラリからパーマネント変わるんですけど、そうするとこの CPath のハッシュにある名前が、そのままに変わらないので、そこでモジュールの名前でフェッチしようとすると出てこなくて、そうすると仕組みが成り立たないので、ダメで。で、ここで確認するためにテストを追加して、でそのテストをもちろん失敗しました。でも実はですね、また Ruby3.2 ってすごいですね。また地味なフィーチャーを紹介します。これはですね、同じ Ruby on Rails Infra のジャンプシエさんが、私とその今の話と関係ないように、その前に、追加したんですけど、これが、add module const added callback、という、フィーチャーですけど、これは結構分かりやすいフィーチャーだと思いますけど、例えば、foo という、クラスとかモジュールでもいいんですけど、あって、でそこでbar というコンスタントを追加すると、でイコール42とかすると、その時点でそのfooに
風のクラスにconst added というメソッドがあれば、そのメソッドが呼ばれて、で、パラメータとしてその新しいコンスタントを渡す。これだけです。で、ここに役に立つのが、このさっき見せた myFoo イコール mod コロンコロン foo とあったんですけど、これを何らかの形でキャッチして、なんかそのハッシュを更新しないとダメだっていう話だったんですけど、ここでコンスタントがあれば、そこでキャッチすることができるので、これで助かります。で、これはマンキーパッチになるので、ちょっとすみませんですけど、ここでコンスタントのこのモデュルというクラスに、このコンスタントを定義して、で、ほとんどの場合は関係ないのですぐリターンしますけど、必要な時にここでそれをキャッチして、で、さっき見せたこのハッシュを更新することによっては、これできるようになります。で、こういうことですね。これが変わって、で、その新しい myFoo という名前に変えれば、仕組みが良くなるので。で、これでさっきのテストは全部パスしましたので、リリースしました。で、これで今の時点で、IM はまだ、0.2.2 なので、1じゃないので、まだちょっと実験的なところありますけど、ぜひ特にジェムの多さとかは、使ってみてください。で、ちょっと最後になりますけど、じゃあなんでこのジェムを作ったかというと、もちろん IM が人気になれば嬉しいんですけど、IM が人気にならなくて、だから問題があっても、私ここで目指しているのは、やっぱり前に話したそのテンポラリーモジュールという形をもう少し楽に使うことをできるようにしたいと思います。で、最終的に何を目指しているかというと、これがトップのネームスペースとします。これがそのマッチですね。で、これは多分なくならないと私は思います。これは必要で変えようとしても結構難しいので、これは残りますけど、でも自分のジェムとか自分のアプリケーションでこの中で作ろうとすると、いろんな問題は発生すると思いますので、そうじゃなくて、その別の世界で作ることによってはかなり自由になります。例えば自分のジェムの中でカーネルというクラスを欲しいって言ったら作れるわけ。オブジェクトでもいいですし、何でもいいです。で、ユーザー側としても、そのジェムを受けるときに、自分の世界に置くことは自分で決めるわけなので、かなり受ける方から見ても、すごく柔軟性の高い形になります。で、さらに言うと、その自分のジェムには、デペンデンシーがあって、そのデペンデンシーは、例えばアプリケーションの方はデペンデンシーじゃないので、今だと、例えば私が A で B を使ってて、すると、アプリケーションは A も B も全部見えちゃうわけですね。でも、両方とも IM を使うことによっては、その A は B を隠すことができます。B をロードして、で自分のネームスペースどっかに置いて、でアプリケーションはその直接デペンデンシーがあるものだけは見えるようになりますので、そのエンカプスレーションということは本当にできると思います、これで。で、さらに考えると、私この間、Rails on IM という、Rails のデモアップを作ってみて、でそのデモアップに、普段使っている、ザイトワークを代わりに、IM を入れてみました。で、そうすると、そのRails、普段は Rails のアプリケーション、うちのさっき言ったようなショップファイの大きいアプリケーションは、もうモデルとか、そのヘルパーとかコントロールとかは、みんなじゃないんですけど、結構多くはトップになっちゃうわけですね。で、このデモアップは IM を使うことによっては、そのトップではなくて、例えばアプリケーションのコンスタントあるので、MyApp とかだったら、その MyApp の下で全部ロードする。でも、実際コード書くときはトップにありますけど、ジェムとか外から見ると、そのネームスペースの下になるので、そもそもジェムがトップでもコンフリクト発生しないので、またやろうと思えば自分のモデル、アクティブレコードモデルをカーネルという呼ぶことができますし、そういう結構自由な形になります。で、ということで、今日はですね、最後になりますけど、さっき言ったように、これでIMが入ればいいんですけど、私それ以外にも、このような話は、できるようになります。IMを使うことによっては、これってどんな世界になるかっていうのを具体的に自分でも試してみることができます。で、特にジェムを作っている人たちは、ぜひ触ってみて、で、問題があったりするとか、フィードバックあれば、ぜひ教えてください。背の高い外国人でちょっと怖いかもしれないですけど、そんな怖くないので声をかけてください。で、最後は英語ですけど、please try this out. It's experimental, but I'd really love to get your feedback. So let me know if you have any. Thank you very much.